マリサです。レイムです。今回の動画はチートラマンを紹介するぜ。チートラマンって何なの？チートラマンは、チート級に強いぶっ壊れ性能なウルトラマンだぜ。チートラマンって響きがなんとなく美味しそうね。今回は三大チートラマンと呼ばれているウルトラマンと、それに匹敵するウルトラマンを2体紹介するぜ。特撮が好きなんだよチャンネル。まず三大チートラマンの1人目はウルトラマンキング。1974年ウルトラマンレオの第26話で初登場したウルトラマンだぜ。古いキャラクターね。なんだか見た目がおじいちゃんみたいね。なんとウルトラマンキングの年齢は30万歳なんだぜ。ちなみにウルトラマンが2万歳でウルトラの父で16万歳らしいぞ。そう考えると本当におじいちゃんね。このおじいちゃんじゃなくて、ウルトラマンキングはウルトラ長老の一人で、ウルトラ族の伝説の英雄なんだぜ。普段はキング星という星に一人で住んでいて、ウルトラ戦士にとって神のような存在なんだ。ウルトラ戦士にとっての神って相当ヤバいのでは？ウルトラマンキングとウルトラ兄弟との力の差は、なんと人間がウルトラマン兄弟と対峙した時くらいあるらしいぞ。強さが別次元ね。その通り、ウルトラマンキングはウルトラ戦士たちが束になっても叶わなかったウルトラマンベリアルをたった一人で念力で封じ、宇宙牢獄に封じ込めたんだぜ。まさかの念力で倒すというチートっぷり。念力の他にも、瞬間移動や敵の変装を見破り解除する能力や、宇宙で起こる全ての出来事を監視する能力、仲間を再生させる能力などがあるんだぜ。他にも、なんと指を鳴らすだけで雷や猛吹雪などの天変地異を起こすこともできるとか。なんでもありね。まさに全知全能の神といった感じかしら。キング一人で全ての敵倒せちゃうんじゃ？キングは基本的には他のウルトラ戦士たちの戦いにあえて手を出さず、地にはアイテムを授けたりなんかして成長を見守るスタンスなんだぜ。ピンチの時だけ助けに来てくれる救世主みたいな感じなのね。ちなみに30万歳の誕生日の際には、自分の誕生日会を盛り上げるために別の宇宙をつなげるなんて荒技を披露したぜ。神、私欲のためにバリバリ能力使っちゃうのね。そこはご愛嬌。続いて三大チートラマン2人目はウルトラマンレジェンド。2003年の映画ウルトラマンコスモス vs ウルトラマンジャスティスザファイナルバトルで登場しているぜ。ウルトラマンレジェンドはウルトラマンコスモスとウルトラマンジャスティスが融合して誕生した伝説の光の巨人なんだぜ。神の次は伝説ってわけね。単に2人が合体したってわけじゃなくて、2人の思いが重なって復活した太古の伝説の戦士なんだぜ。なるほど。強そうだけど、実際どれくらいすごいの？レジェンドのパワーは計測不能なほど凄まじく、元のコスモスとジャスティス2人分のパワーをはるかに凌駕する強さと言われてるぜ。劇中では地球を吹き飛ばす威力の攻撃を押し返したり、コスモスとジャスティスの2人が手も足も出なかったギガエンドラという敵をスパークレジェンドという技で一撃で粉砕したんだぜ。桁違いにパワーアップしてるのね。このスパークレジェンドというレジェンドの必殺技は、公式では宇宙最強の究極技とされているんだ。ちなみに映画の予告ではレジェンドは今世紀最強のウルトラマンなんて煽り文句だったんだぜ。公式からの最強発言とはまさしくチート級の強さね。続いて三大チートラマン3人目はウルトラマンノア。2004年にウルトラ M プロジェクトという企画の第1弾として雑誌連載などで登場したキャラクターで、太古より全宇宙の平和を守っている伝説の存在とされているのだ。また、テレビシリーズのウルトラマンネクサスでは、ノアはネクサスが強化されて出現した本来の姿で、究極最終形態ウルティメイトファイナルスタイルとされているんだぜ。ウルティメイトファイナルスタイル。ちょっと何言ってるかよくわからないわ。なんだか翼みたいなのがついてるけれど、ウルトラマンってそもそも普通に空飛べちゃうわよね？背中についてる翼みたいなのは、ノアイージスといって伸縮自在で、このノアイージスによって時空を超越するディメンションノアという究極技を使えるんだぜ。空を飛ぶためじゃなくて時空を飛ぶためとは恐れ入ったわ。それだけじゃないんだぜ。このウルトラマンノアのすごいところは、ディメンションノア以外にもチート級のぶっ壊れ技を多彩に操るところなんだ。例えばどんな技なの？
1丁度の炎をまとった拳で放つダークザギを大気圏外まで一撃で吹き飛ばしたのはインフェルノや、ダークザギを宇宙の塵にした、必殺光線ライトニングのア。さらには自身の全エネルギーと引き換えに敵を次元の狭間に封印する最終奥義のノアザファイナルなどを代表に、その他たくさんの必殺技があるんだぜ。かっこいい必殺技をたくさん持っていて魅力的な戦士なのね。ここまでが三大チートラマンと呼ばれるウルトラマンの紹介だったんだけど、他にもチート級のウルトラマンは多数存在するんだぜ。ウルトラ戦士たちもどんどん進化しているものね。その中でも今回紹介する一人はウルトラマンサーガ。2012年公開映画ウルトラマンサーガで登場したぞ。ウルトラマンサーガはウルトラマンダイナ、ウルトラマンコスモス、ウルトラマンゼロの3人が心を通わせ出現した奇跡の戦士なんだぜ。これまたすごい見た目でなんというか独創的とでも言うのかしら。何せ映画のキャッチコピーでは誰も見たことのないウルトラマンと称されているからな。ちなみに誕生した時は全身が虹色に輝く演出だったんだぜ。神々しすぎるわ。それぞれがチート級と言っても過言じゃないウルトラ戦士たちが合体したってとんでもないパワーなんじゃないの？そうなんだぜ。劇中ではゼロたち3人が叶わなかったハイパーゼットンと互角に渡り合い、死闘を演じたんだ。これまで紹介した3大チートラマンたちより、パンチやキックのラッシュでフィジカルを使ったスピーディーな攻撃を繰り出すのが特徴だな。かなり肉体派な感じね。見ててかっこいい戦いね。それに加えてサーガは、全身に光り輝くオーラをまとっていて、左腕のサーガブレスからサーガエフェクトという凄まじいパワーを発生させ様々な技を操るんだぜ。どんな必殺技があるの？特徴的なのはサーガアクセラレーションだな。自身を勇士のように変化させて行う瞬間移動系の技だぜ。アクセラレーション、つまり加速という意味だが、速すぎてハイパーゼットンのテレポートと普通に渡り合えるんだぜ。移動速度が格段と上がったことでハイパーゼットンと渡り合えるようになったのね。他にも、サーガプラズマーといって、胸に発生したサーガエフェクトを両腕で押し放つ技があるんだが、これがハイパーゼットンの1丁度以上の下級軍を相殺しているんだ。ちょっと待って。さっき言ってたウルトラマンのノアインフェルノが1丁度じゃなかったかしら？その通り。つまりノアにも勝る技を持っているってわけだな。しかもこの技を連射可能なんだぜ。これがサーガがチートラマンと言われるゆえんね。あと忘れちゃいけないのがサーガマキシマム。サーガエフェクトの全エネルギーを拳に集めた必殺パンチだぜ。この技がハイパーゼットンにとどめを刺したんだ。ああ、知っているわ。3人の中の人たちがぐるぐる無限ループする演出のやつよね。おう。演出にも注目だぜ。そして最後に紹介するのはウルトラマンレイが、2020年8月7日公開の劇場版ウルトラマンタイガニュージェネクライマックスにて登場したぜ。つまり最新の令和ウルトラマンってことね。驚くべきことに、このウルトラマンレイガはなんとこれまで登場した全ニュージェネレーションヒーローズの力が一つになり、誕生した新たなウルトラマンなんだぜ。つまりウルトラマン銀河、ビクトリー、X、オーブ、ジード、ロッソ、ブル、グリージュ、タイガー、タイタス、フーマ、全部の力が合わさったってこと？その通りだぜ。よく覚えてたな。なんと総勢11人のニュージェネウルトラマンの力を秘めた変身アイテム、ニュージェネレーションアイを工藤博之が装着することでウルトラマンレイガに変身したんだ。11人も合わさっちゃったら、そや桁違いに強いチートラマンに違いないわね。頭にはレイモンのような角を持っていて、カラーはウルトラマンジャスティスクラッシャーモードやウルトラマン銀河ビクトリーに近いな。右腕にはタイガスパークをつけていたりなど、体の模様や装飾はいろんなニュージェネヒーローズの特徴を合わせた感じの見た目になっているぜ。デザインから強そうでかっこいいわね。もちろん劇中では変身前には歯が立たなかった敵を相手にチート級のパワーで挑むんだが、まだ公開から日が浅いからあまり詳しいことは言わないでおくぜ。映画見たくなってきたわ。 DVD 発売されたらチェックしないと。しかし、最新のウルトラマンはやっぱりすごいぜ。ウルトラ戦士たちの進化が止まらないわね。これからもどんどん新たなチートラマンが誕生していくでしょうね。今後のウルトラマンからも目が離せないな。
今回はチート級に強いウルトラマンを紹介したけど、どうだったかな？次回はウルトラマンに続いて、チート級に強い怪獣たちを紹介予定だぜ。よかったらチャンネル登録して、次の動画も見てほしいわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。